こんにちはなのだ。こんにちは。今回は APU の説明をしていくのだ。お願いします。 APU は音楽や効果音など音を生成する機能である。発生音数は5音で、区形波2音、三角配置音、ノイズ1音、TCM1 音を同時に発生することができる。ファミコンの独特な音色はここから作り出されているのですわね。本当にそうなのだ。同時期に発売された競合機種と比べてとてもリッチな仕様だったりする。まず APU の説明をする前に音について理解していただきたい。何かまた難しそうですわね。物体に力が加わるとその物体は振動し、周囲の空気を揺らすことで空気の波、音波を生み出す。この音波が耳に届くと鼓膜を振動させ、その振動を脳が解析することで音として認識される。振幅、音波の振れ幅が大きいほど音量は大きくなり、振幅の幅、振動の周期が狭いほど音程は高くなるという性質がある。例えば4オクターブ目のラの音は 440Hz であるが、これは周期が1秒間に440回に振動する波になるのだ。これが音の正体なんですわね。このことから音は音量の強さと音量の増減の感覚で表現できることがわかる。つまり時間とともに音量の増減を細かく制御すれば、音楽や効果音といったさまざまな音を表現できるのですね。そうなのだ。ファミコンも Windows も最終的な出力時点の音データの中身は音量の変化を数値で並べたものなのだ。これを前提にファミコンの音の発生方法を説明するのだ。プログラマが望みの周波数の音を出したいときは、その周波数の波の幅を数値として APU に指定する。この波の幅を周期カウントと呼ぶのだ。周波数を直接指定するわけではないのですか。波の幅を人が理解しやすいよう数値化したものが周波数値であるが、 APU の内部は波で処理をするので、人が事前に周波数値を波の幅に変換して APU に指示してあげるのだ。例えば 440Hz の区形波を出力したい場合、1秒間に440回の波を作るのだが、 APU の区形波は1つの波を8段階に分けて処理をしているため、1秒間を 440×8 回の段階に均等分けし、1つの段階を処理する時間を指示したいのだが、この時間を APU の処理速度でならどのくらいかという表現で指定するのだ。 APU は CPU 約 1.78MHz の2分周で動作しているので、1秒間に178万9773割る2回の処理を行っている。つまり APU が何回処理したら1段階進めるのかを指定するのですわね。そうなのだ。178万9773割る2割る 440×8 約254を APU に指定する。 APU が254回処理をしたら1段階進めるのですわね。なお APU に実際に指定する値は254ではなく253になるので注意してほしい。なぜですの。 APU に254を指定すると0から254までのカウントを行うので、カウントの回数は255となり、0の分だけ1回多くなってしまうため1だけ減算するのだ。 APU の癖だと思ってほしい。わかりました。でもその程度の音程の違いを聞き分けられない自信はありますわね。僕も同じなのだ。ここから区形波の説明をするのだ。区形波は音を出す、音を止めるを交互に繰り返す、とても単純な波形である。名前の通り波の形は四角く、なだらかな変化はなく一気に切り替わるのが特徴ですわね。マニアックな人に言わせると、きっちりと角張っているわけではなく、角は少し丸まっているらしい。今回は聞かなかったことにしましょう。まずは区形波の基本の音を聞いてほしい。輪郭がくっきりしていてちょっと耳に刺さる感じですが、でも妙に気持ちいい感じもしますわ。区形波は非数字高調波を無限に含む音であり、音程は分かりやすい特徴を持っているのだ。 APU は区形波を2音出せるので、視線率や和音の大部分を表現している。ファミコンらしい音の正体は区形波と言われてますわね。この音を出す、音を止める、ノ
の波形を基本としていろいろな変化を与えることで音に表現をつけている。それがこの4つの機能である。まずはビューティ比を説明する。区形波は1つの波を8段階に分けて処理すると話したが、それがリューティ比のことなのだ。ビューティ比とは音を出すと音を止めるの1周期の中の割合を変える機能であり、 12.5%、25%、50%、75% の4種類から選べる。 50% はいわゆる完全な区形波ですわね。これも違いを実際に聞いてほしい。この比率は8段階の音量のオン・オフで次のように定義をする。先ほど説明した1段階のカウント数は178万9773割る2割る周波数 ×8 で算出される。 APU は自分自身が実行される回数をカウンタとして常に計測しているので、そのカウンタの経過ごとにこのリストを1つ進め、最後まで来たら最初に戻って繰り返すのだ。区形波は単純なようで考えられているのですわね。それがファミコン音源の面白いところなのだ。次にエンベロープを説明する。音量が時間とともにどう変化するかを決める仕組みのことだ。音は鳴り始めから止まるまでずっと同じ音量とは限らない。実際の楽器でも鳴り始めは強く、だんだん小さくなり、最後は消えていくといった変化がある。これを実現するのがエンベロープなのですわね。こんな感じなのだ。エンベロープにより最大音量の15から無音の0まで指定の速度で音量を下げることができる。1秒間に240回のタイミングでカウントを行い、指定した回数、速度0から15になったら音量を1段階下げる。このカウントして音量を下げる処理を音量が0になるまで繰り返すのだ。最大16回のカウントで15段階の音量を下げるので、最大で 16×15 の240、1秒間で無音になるのですわね。このカウントの回数で音色はこのように変わるのだ。エンベロープにはループという指示ができ、音量が0まで下がるとまた最大音量に戻り、エンベロープを繰り返すことができるのだ。注意点として、エンベロープでは最大音量は15で固定となり、全体の音量を変更することはできないのだ。次はティーオフの説明をする。音を鳴らし始めてから一定時間が経過すると自動的に音を停止する仕組みである。エンベロープと似ていますわね。エンベロープは段階的に音量が下がるが、ティーオフは指定の時間が過ぎると急に音を止める違いがあるのだ。1秒間に120回のタイミングでカウントを行い、指定した回数になったら無音にするのだ。なお、回数の指定1はそのまま使わず、ルックアップテーブルで対応する値を参照し、その値を回数とする。次はスイープの説明をする。エンベロープは時間の経過で音量を変えたが、スイープは時間の経過で音程、周波数を変える仕組みである。音は常に一定の高さとは限らない。鳴り始めにヒュンと上がったり、だんだん下がっていったりと音程が変化することで独特の効果音や表現が生まれる。これを自動で行うのがスイープなのだ。例えばこんな感じである。
聞いてもらった通り音程が上がる方向と下がる方向を選択できるのだ。1秒間に120回のタイミングでカウントし、指定した回数、速度0から7になったら音程を変化させるのだ。周波数が発生可能範囲をオーバーフローなどで超えた場合は処理を終了し無音にする。この増減の計算式は次の通りである。加算の時は区形波1と区形波2で少し計算式が異なることに注意する必要があるのだ。スイープは増減の方向、増減量、速度の3つで音色を決めるのですわね。組み合わせて聞いてみるのだ。ファミコンの音はとても複雑なんですわね。これらの音色の指示はレジストリの設定で行う。区形波1は4000から4003、区形波2は4004から4007のアドレスとなる。多くの値が99に詰め込まれていて少し見入ってしまいますわね。ここでハマりやすいのは4000のキーオフなのだ。キーオフとエンベローブは同時に使用できるが、キーオフとエンベロープループは同時に使用できない。ループさせないエンベロープを使いたいけどキーオフはさせたくない場合はどうするのですか？エンベローブとキーオフを有効にしてキーオフの速度を最長の2を指定するなどの工夫が必要なのだ。今回はこれで説明を終わるのだ。お疲れ様。次回も APU を説明していく。了解です。それでは今日はここまで。ではバイバイ。バイバイ。